はい、どうもこんばんは、ヌーコーニンです。ということでね、オーバーロードの考察してます、ヌーコーニンと申しますけども、今回からね、実際にアニメの内容の方、一期ですね、復習しながら、私自身が疑問に思ったところをね、自分なりに考察していきたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、じゃあ早速ですけど、第1回は第1話のね、内容から見ていきたいんですけども、今ここに映ってるねところが、一番の最初の考察ポイントかなと思って、最初の画像にしてますけども、ここはね何のシーンかっていうと、アニメが一期の1話のが始まった冒頭ですね。もう冒頭すぐこのシーンが出てくるんですよ。ね、何やらナザリックに攻め込むね、プレイヤーたちが来るんですけど、そこを迎え撃つ人々ですね。人々というか異業種なんですけどね、全員ね。じゃあまずそこのシーンからおさらいしましょうか。そちらのシーンがこちらになります。はい、ということで、見ていただいた今のシーンがこちらのシーンありましたよね。で、こちらのシーンに出てくる面々のね名前を一応復習していこうかなと思いますね。思考の41人なんですけど、その中のね、数えると2、4、6、7人見える。多分ここには7人しかいなかったんじゃないかなと思われます。後ろにね、もしかしたらいたかもしれないですけど、とりあえずここに見えるのは2、4、6、7人ですね。はい、じゃあ名前を今から出しますけども、このようになってます。はい、3、2、1、ドン。はい、ということでこちらがね、思考の41人の一部ですけども名前になりますね。その冒頭に出てくる7人の名前になってます。で、本当は41人ってね、まだ、全貌がわからない、プレイヤーもいるんですけどね、もしかしたら最後までわからないのかもしれないですね。41人はいるんですけど、ね、今、最初の冒頭にね、こんだけ出てきてたっていうことなんですね。左からブッジン・タケミカズチとタブラス・マラグディーナ、ウルベルト・アイン・オードル、モモンガ、タッチミ、ペロロンチーノ、ブブックブク、チャガマということですね。ここにいる全員名前は出てきますね。姿も出てくる人も中にはいますけど、タッチミとかね、タブラさんとかは出てきますね。ただ、名前だけしか出てこない人もいますね。竹見和地は名前だけだったと思うんだよね。姿は出てこなかったから、ここだけなんですよね。出てくるの、姿が。はい。じゃあ次のシーンいきましょうか。次のシーン、こちらですね。スタッフ・オブ・アインズ・ウールゴーン。これを作るために無茶したよな。有給取ったり奥さんと喧嘩してまで素材集めに来た人もいたっけ。でも41人中37人が辞めてしまった。残りの3人だって。それがモモンガ様しか触ることを許されないという伝説のあれですか。そう、これこそが我々全員で作り上げた最高位のギルド武器、スタッフ・オブ・アインズ・ウール・ゴウンだ。スタッフの7匹の蛇が加える宝石はそれぞれがゴッツアーティファクト。さらにこのスタッフ本体に込められた力もゴッツを超越し、かのワールドアイテムに匹敵するレベルだ。特にすごいのは組み込まれた自動迎撃システム。はい、じゃあ次はこちらのシーンですけど、スタッフ・オブ・アインズ・ウルゴーンですけど、このスタッフの説明をする前に、最初のね、モモンガがそのスタッフ・オブ・アインズ・ウルゴーンを触る前に、思考の41人のうち、ね、ギルドメンバーの41人のうち37人が辞めてしまったっていうことで、随分ね、もう辞めてしまってアカウントも消してしまっているらしいですね。で、ヘロヘロは最後来てましたけど、ヘロヘロもね、アカウント自体はあったけど、
ね、しばらくログインしてなかったようですね。まあ、多忙ってのがあったんで、ね。なんで、そういう背景があって、まあ、もう最終日、1人だけだったっていうことみたいですね。はい。じゃあ、スタッフ・オブ・アインズ・ルゴーンの説明をしていきますね。はい。こちらの、まあ、杖ですけども、ちょっとスタッフ・オブ・アインズ・ルゴーンっていう名前が長いんで、とりあえず杖と言わせてください。まあ、ね、スタッフ・オブ・アインズ・ルゴーン長いんで、杖って言いますね。杖で許してください。はい。じゃあ説明していきますね。これ、まあ、7匹のヘビが、こう、絡み合った形をしてまして、で、それぞれが宝玉を変えてますよね。この宝玉が、それぞれのゴッズアーティファクトのようですね。で、属性の種類もその7匹が加えるヘビの宝玉と同じ数で、陽、月、土、火、風、水、時、これらの魔法を1日一定回数使用できるようです。1日ね、複数回、ないし1回か。1回以上使えるようですね。1日スキルみたいですよね。だからね。それがはめ込まれていると。で、根源の精霊がね、この杖の中には込められていて、土、水、風、星、火の精霊が、宿っているようですね。で、この後ね、プライマルファイヤーエレメンタルが出てくるわけですけど、そのプライマルファイヤーエレメンタルは、火の精霊で、レベル87でアウラとマーレが後で戦うわけですね。それぞれのね、さっき言った7属性の魔法をそれぞれ使えるようですね。で、火だったら例えばサモン、プライマルファイヤーエレメンタルっつって、さっきの火の精霊を呼び出すことができるんですけど、ね、その他にも、まあ、バーミリオンノバも使えるようなんで、まあ、バーミリオンノバが火属性だとしたら火の魔法を有しているということですね。まあ、他にもいろんな魔法が使えるようになっているようです。でね、まあ、火以外にも風とかね、風とか水の、エレメンタルをサモン、召喚できるようですね。まあそういったシーンは今のところないんで、まあ今後楽しみですね。さっき見てもらった、アニメの映像の一部に、円卓に飾ってありましたよね。まあ普段の置き場所があそこで、ね、ナザリックの円卓のとこに安置されてるんですよね。で、まあユグドラシル時代は一度も使われなかったらしいんですけど、まあなんでかっていうと、まあかなり強いアイテムですけど、ギルド武器なんで、ギルド武器っていうのは、そのギルド武器が壊れると、ギルドも破壊されてしまうんですよね。なんで、諸刃の剣というかね、まあ、壊されてしまうとギルド自体も消滅してしまうので、めったに使われないというか、使うにも慎重に使わないといけないということがあるようですね。はい。で、まあ、そんな危ない武器なんで、普段は、それでも普段、アインズが、持ち歩いている姿が見えるんですけど、それはね、どうやらレプリカのようですね。じゃないと、もし何かあった時に壊れたら、ギルド崩壊してしまうんで、ね、オバマスの世界みたいになっちゃうんで、ギルド崩壊してるんでね。なんで、不用意に持ち出せないということですね。とても、すごいアイテムなんですけども、強力なアイテムなんですけど、諸刃の剣で簡単に持ち出すことはちょっとね、ギルドを大切にしているモモンガとしてはそういうことはできないと思われますね。あと、あれですね、まあ、映像で言ってた通り、アウラとマーレに自慢してたじゃないですか。あそこでね、ワールドアイテムに匹敵するアイテムだと。ね。まあ、ゴッズなんですけど、ゴッズアイテムなんですけど、まあ、ゴッズのアイテムが、なんていうんですか、いっぱい詰まってるんで、ワールドアイテムにも匹敵するっていうことですね。で、なんか自動迎撃システムがすごいって言って、そこで口を閉ざしちゃうじゃないですか。あそこが気になるんですよね。自動迎撃システムが何かっていうのは分かってないんですよね。なんで、この杖による自動迎撃システムって何なんだろうね。
すごい気になりますね。だからちょっとまあそういったところが使われるのもまあ面白いかなとは思いますけど、ただ逆にさっきも言った通り危うさもある杖なので、その自動迎撃システムが発動してる時点でナザリックもピンチを迎えてるのかなっていう気もしますね。はい、そんな杖です。はい、じゃあ次行きましょうか。次のシーンですね。どんな設定だったかな。ナザリック地下大墳墓の最上位ノンプレイヤーキャラクターで守護者統括。長っ。そういやアルベドを作ったのは設定魔の田村さんか。何これ、ビッチって。はあ、ギャップ萌えだったっけ田村さんは。それにしてもいくらなんでもこれは本当ならツールが必要だけど、これがあれば。何か入れた方がいいかな。モモンガを愛している。うわー恥ずかしい、バカじゃない俺。はい、こちらですね。アルベドさんですね。で、ちょっと前後してすいませんけど、さっきのアウラとマーレがいたじゃないですか。あれは、ユグドラシの世界から転送してしまった後の世界ですけど、これはまだ転送する前ですね。スタッフ・オブ・アインズ・ウール・ゴーンの説明をしたかったんで、そのシーンがあったところを先に持ってきてます。で、これはその前のシーンになりますけど、アルベドがね、の設定がものすごかったですよね。あれはまあタブラス・マラグディナの、が作った NPC なんで、設定マンのタブラさんが作ったんで、あんなに長ったらしい文章があるんですね。はい。じゃあ、その長いね、アニメを見てるだけでは、全てを見るのが困難な文章を今からスローでお見せした上で、文章としてここに記載したいと思いますんで、見たことがない人はぜひ見ていただきたいと思います。本当に細かい設定なんで。はい。で、それが見れるのはこのアニメだけなんで、まあ貴重なシーンというかね、まあ一瞬ですしね、流し見では絶対に気づけない部分もあるんで、ぜひご覧ください。どうぞこちらになります。彼女はナザリック地下大墳墓守護者統括という最高位たる地位につく悪魔であり、あでやかで長い漆黒の髪と黄金の瞳を持つ渓谷の美女である。己の地位に誇りを持っているために、侵入者に対しては自信と威厳によって遥かな上位者として対峙する。たとえどれほど賢く勇敢な敵で強者と認めていようと、決して同格としては相手にしない。それだけの地位を与えられているということを知っているためだ。彼女の持つ能力も守護者統括の地位にふさわしいだけのものであり、地貌・戦闘能力において格段に優れている。ただしながら各方面においては若干他の存在に劣る点もないわけではない。例えばデミウルゴスの地貌やシャルティアの戦闘能力などであるが、ナザリック内の管理、ひいては内政に関しては誰にも負けたりはしない。その他女性的な作業、特に主婦業一般に関しても優れた能力を持つ。暇な時は編み物や掃除など女性的な作業に従事している姿が時折見受けられる。そのためなのかは不明であるが、綺麗好きであり、適当な片付け方を見ていると綺麗に片したいという欲望に駆られるようだ。特に本棚の並びに関しては一加減あるらしい。しかしながら他人は他人とみなしている部分もあるので、他者に掃除を強制することはめったにない。とは言っても自分のコレクショングッズなどは溜め込む癖もあり、そういった場合はかなり乱雑な整頓となっている。そのために本当に好きなのかは疑問の余地がある。おそらくはそういう演技、女性として完璧に思われるようなをしているのではないだろうか。確証はないし、怖くて聞くこともできないが、
いつも優しげな微笑みを絶やさず穏やかな話し方の淑女然とした彼女や天使や女神といっても信じそうなものは非常に多い。実際そういった雰囲気や要素を持つのだから勘違いしてもおかしくはないだろう。実際それも間違った見方ではない。もともとは最高遺伝子として作り出される計画であったが、夢見る国の化け物との融合による大きく歪んだ姿となって生を受けた。そのため性格もまたその本当の姿にふさわしいようにねじり曲がり、冷酷にして残忍、狡猾にして非道、敵対する者に苦痛とし、絶望を与えることに快楽を感じる性質となる。普段浮かべている表情はあくまでも己の心の内から湧き出る弱者を残忍にいたぶりたいという欲望を抑え込んでいる蓋のようなものだ。もし壊れれば旅行や側転武功など所詮は人間の行いでしかないと思えるような行いを開始するようになるだろう。ナザリック街という意味だが、ただしナザリックに仕えていない者にとっては安心するべきというか、その蓋はかなり強固であり、たやすくは決壊しないだろう。彼女が自分こそがナザリック地下大墳墓の守護者統括という地位についている。多くの耳目を集めていることを忘れたりしない限り。余談ではあるが、普段笑顔であると言っているが、別にそれだけの表情しか浮かべていないわけではない。あくまでもそれが彼女にとってのポーカーフェイスだと言っているのだ。怒ったり、しかめっ面をしたり、嘘泣きしたりと表情の変化はそれなりにある。ちなみに彼女は敵対行為を働いた愚者を拷問している時でも、その洗練された淑女然とした態度を崩したりはしない。まさに外見だけであれば完璧な美女だ。ちなみにビッチである。はい、ここまでになりますね。でですね、ビッチであるっていうのは、モモンガを愛しているっていうところに変えてしまうんですね、モモンガがね。今見てもらったシーンにあると思うんですけど、ね、実際は変えてしまった設定なんですね。それは後々打ち分けるんですけども、もうその設定が完璧にそうなってしまったのか、それとも転移後の性格を持った NPC であるアルベドがもう心からモモンガを愛したのかはあれなんですけども、結果的にモモンガを愛するということを曲げずに突き通していく姿が見えますね。実際そういった姿が垣間見えます。はい。そこら辺をね、意識しながら見ていると、この設定もね、意識しながら見ていくと、とても面白い内容になってますね。はい。ということで、これが、以上がね、アルベドの設定の全文でございました。ちょっとね、違和感ある文章もあるんですけど、アニメのね、作った方もここの設定を本当にここまで細かく読まれると思ってなかった可能性もありますけどね。ちょっとあれっていう部分もあるんですけどね。はい。じゃあ、一応こんな感じで設定はなっているということで、面白いですね。見てもらえればいいと思います。はい。じゃあ設定はこんな感じで。はい。ということで、長いですね。ね。今見てもらった通り、一応文章でも起こしましたけど、アニメの内容を拡大してスローにしてみると、ちゃんとアルベドの設定を全部読み取ることができます。ただ、その秒数たるや2秒ぐらいなんで、本当に。2秒、2、3秒ですよね。多分、パーってやって、ポッて映るの。2、3秒でこれ全部読むの無理なんで、スローにして拡大して見る必要があるんで、今回私がそれをやりました。他にもやってる人いると思うんですけどね。ここ気になるところなんで。ね。めちゃくちゃ細かい設定ありましたね。で、こういう風に、今も、微笑んでますよね、アルベド。これもだから設定なんですよ。で、これは、なおさら転移前の世界なんで、一応その設定で微笑んでるっていうことなんですね。で、ユグドラシルにおいて NPC の口はどうやら動かないらしいんで、ね、ちょっと味気ない感じですけど、ね、感情とかめちゃくちゃ入った転移後の世界はね、この NPC たちが大活躍するわけですよね。普通に動いて、戦って、喋って、ね、感情もあらわにするんで、そこも面白いところですね。で、最後のちなみにビッチであるのところですね。ちなみにビッチであるっていうところで、オチがついた感じになってるんですけど、モモンガを愛しているって変えちゃうんですね、モモンガが。でもモモンガも、なんていうんですか、悪気があってこうやってるわけじゃなくて、もう最終日で、これでもうね、あと2時間ぐらいでしたっけね。
あと2時間もしたらもう強制ログイン、サービスもユグドラシルのサービスも終了になるんで、で最後ギルドメンバー誰も来てない、もう自分しかいないと。じゃあ最後ちょっと遊び心でモモンガを愛しているって付け足してみよっかっていう気持ちで付けちゃっただけなんですよね。ところがこの後に転移してしまうんで、この設定が転移後の世界でも生きてしまうんですね。いや面白いですね。でまあもう作中見てるとわかるけど、何を置いてもモモンガのことを考えるわけですね。だからここでモモンガを愛しているってやってなかったら、ビッチのまんまだったらどうなってたかっていうのはちょっとね気になるところなんですけど、まあ、モモンガを愛しているってやったことで、アルベドはまだ処女らしいですね。ね。だから、まあ、バイコーンっていう後々出てくるんですけど、乗れないんですね。非処女じゃないと乗れない、魔獣に乗れないんですよね。だから逆にユニコーンには乗れるんだよね、きっとね。アルベドは。まあそういうことになってますね。で、ね、綺麗好きなんだけども、コレクションとか、ね、まあ手作りのモモンガ人形とか、モモンガの抱き枕とかいっぱい持ってますけどね、アルベドは。作中に出てきますけど、そういった、コレクションが無造作に置いてあるシーンも見受けられますよね。つまりあそこもこの設定なんですね。なんで、他の NPC たちもこういう細かい設定とか、まあ、大まかな設定をもとに動いていると思われますね。まさに性格がその通りで、ね、よくできていると思います。まあそこはゲームの設定を忠実に持ってきたリアルっていう感じになっているんじゃないかなというところが垣間見れて面白いなと思いましたね。はい。まだね、ぜひ見たことない方はね、この動画で、ぜひアルベドの設定をご覧になっていただけたら面白いかなと思いますんで、ぜひどうぞ。はい。じゃあ次のシーンいきましょうか。次のシーンこちらになりますね。次はこちらです。はい、次のシーンなんですけども、まあ、疑問点じゃなくて、最後にはちょっとサービスシーンじゃないですけど、ね、1話でいいなと思ったシーンを流してお別れしようと思います。まあそんなに1話では分数いかなかったかな、20分30分にはなってないと思いますけど、はい、まあここまでになりますけど、最後はちょっとサービスシーンでね、モモンガが転生された直後にアルベドが動くんですけど、アルベドが動いた時に、まあ匂いとか感じ取って、で18禁に触れる行為がユグドラシルでは禁止だったんですよね。でゲームとの違いを確かめるためにっつってアルベドの胸を揉むわけですよね。そこのシーンをサービスシーンとして最後流してお別れしようと思います。はい、じゃあ今回の第1話アニメオーバーロード1期第1話の考察はここまでにしたいと思います。次回第2話をやっていこうと思いますんで、またそちらの方もぜひよろしくお願いいたします。興味のある方はチャンネル登録していただけると嬉しいと思いますんで、よろしくお願いします。ではまた次回お会いいたしましょう。ぬこにでした。さようなら。またお会いしましょう。バイバイ。もちろんです。どうぞお好きにしてください。PG であるかもしてもう一つになったというかが、 PC との会話、自然に動く表情、匂い、全て今までのゲームでは決して表現できなかったものばかり。っていつまで揉んでいるんだ。アルベド、すまなかったな。ここで私は初めてを迎えるのですね。服はどういたしましょうか。自分で脱いだ方がよろしいでしょうか。それともモモンガ様が。よせ、よすのだアルベド。